キを作っていきます。メインとなる出祭地、座れるような花壇です。レンガで花壇を3箇所で、あと奥の方にも2つくらい。一応レンガで縁を。新築の物件で奥様がこういう庭にしたいと書いていただきまして、お客さんが理想としている庭を現実的にしていくという仕事でございます。お客様のイメージにちょっとプラスしていくような。そうですね。まあそれが一番プロとしてのやりがいのある部分なんで、はい。防水シート引いたんで、一応メインとなる、出祭地、ここ角、一応ここはもうブロックで、2段ぐらいで、まあちょっと休憩施設ができるような感じで積んでいきます。タイルだけじゃもったいないんで、立体的なものがあるということの方が浸すんで、休憩施設というかデザインにさせてもらいました。今度はここにデッキを作っていきます。だいたい5300、この幅でずっと6000、だいたい6メーターという感じです。ここはもう一応立ち上げたっていうのはちょっと大きな樹木系が入りますから、一応立ち上げて、あとは結晶しちゃいますけどね。まあポイントとしてここは少し立体的に座れるような感じになるような花壇です。はい、じゃあここ樹木系を植えるからちょっと立ち上げたっていう。そうですね。
まあ他も植えますけど、菜園とあと一年草とか地肥類系の植物を植えますから、まあせいぜいレンガが2段とか3段積みっつう形になります。はい。ここ以外は全部レンガの花壇。レンガの花壇になります。はい。花壇を3箇所奥様のご希望のレンガで積みまして、で最終的にアプローチになってタイルになりますから、まあ最初にレンガの花壇を一応作っていきます。この出窓でガラスであそこにちょっと植栽を多めにちょっとレンガで回り込むような形でこっちにこんな感じですね。重さもないから女性の方でも使いやすい。で値段的にもやはり材料がかかってないから多分安いと思う。まあ3種類か4種類ぐらいの色合いがで、他のレンガに比べて割りやすい、柔らかい白と黒、こういう形で色合いがちょっとアクセント的にメリハリがつく。目地の汚れなんかもあまり気にならないということでこれを使っています。これ何段ぐらい積むんですか？ここは2段、1段だったんだけど高さが全部違うんで、グラウンド他の花壇も2段。2段だから2段3段、高いところは3段の予定ですけど。あと今これが一つ、あとポイント的に1、2、2つぐらいこっちに向きます。こことそれからここにできますね。まあこういう感じの直線じゃなくてね。一応デッキもできて、一応構造物のやつは全部先に立てちゃおうと思って、一番端物置になりますので、物置、まあお客様の方が一応注文してもらって好きなものを頼む、それを設置いたします。一番角に具体的なものはそれで、あとはもう花壇作ったりタイル張ったりという形になりますから。はい。お客様が頼まれたものの組み立てだけっていうのも結構あるんですか？物置もいろいろ我々が
選ぶよりはどういうものを入れてどうつうのと外見的な好みもありますから、もうネットでほとんどお客様に買ってもらったものはまあ安い場合もありますし、全然まああとは我々が組み立ててあげるという感じになります。はい。デッキができたので、デッキ周りをレンガで囲っちゃいます。それは人工芝とデッキの下の採石ビリ砂利の円切りっていう形で、まあ一応全部デッキの周りレンガで囲っちゃいます。予定にはなかったんですけども、止めとしてまあこういうタイル貼るんで、一応レンガで縁を一応取りました。であと奥の方にもレンガあと2つくらいかな、そんな感じですね。で一応これからタイルを貼る下地をやっていきます。ここの洗い出しのアプローチをやっていきます。